おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちら後ろに見えております作品をお見せしていこうと思いますけども、まだこれ全然途中なんですね。で、ここから最後描き込みをずっとしていきます。どういった感じになっていくか、背景のこの奥行きと人物の差みたいなところをちょっと注目して見ていただければと思います。これは福岡日動さんから発表するという作品ですので、10月14日から展示しておりますので、よかったらお近くに来た際はご覧いただければと思います。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。これは10号、F の10号というサイズの作品でございます。まずもうインプリマトゥーラ、下書きをして、墨入れという作業をして、インプリマトゥーラというのをして、ごめんなさいね、もうこの辺はもうカットしてありますけど、今本当にティッシュでシャッと拭き取ったけど、結構拭き取ってますよ。これはですね、春日渓谷というところがあって、佐賀県のですね、伊万里になるのかな、伊万里、というところの春日渓谷というところで、描いた作品というかですね、実際に行きました。非常に面白いところで、なかなか人が行きにくいところなんですけど、まあなんか機会があればですね、例えば写真を撮ってトリミングの仕方みたいなのは皆さんなんか興味あるみたいっていうか、この構図の決め方みたいなのは興味あるみたいなんで、いつかそういう動画も撮れたらとは思うんですけどね、ごめんなさい、なかなか忙しいでですね、モデルさんをしてくれました。もう就職してですね、この間ちょろっと、個展の時来てありがとうございました。来てくれてですね、仕事大変ですけど楽しいですとか言ってたらなんか嬉しなりますよね。あ、そうとかって言ってですね、めっちゃ厳しいですとか言ってたんで笑ってしまいましたけど、頑張ってください、っていう感じなんですけど、本当になんか明るくてすごくいや性格のいいというかね、わからないですけど裏があるかもしれん、人間なんてそんなもんですからね、ですけども、これまず顔とかをちょっと暗い部分描いといて、今グリザ油に近いような釜油のような、ローアンバーと黒と白で描いていってます。この作品ももう出してすぐにですね、もうありがとうございました。お嫁に行ってしまいまして。四国の方かなに行くということなんで、名古屋の方ではお見せできない作品で多分そうなるんちゃうかなと思うんですけど、そういったことが僕の場合はよくあります。これ今使ってる筆もね、なんかナイロンの筆で水彩筆のセットで買った筆です。なんかね、斜めにカットしてあって、これ案外使いやすかったですけど、こういう風に自分でも筆カットしてもええかもしらんななんて思ったりとかしました。もう本当になんか厳しいですとかって仕事めっちゃでも楽しいですとか言われると面白いですね。ああいうのね。そうなんですよね。仕事って大変なんですよね。多分ね。わかりませんが。私も動画作ってて大変じゃないですかって言われるんですけど、それはもう今までいろいろやってきたけど、楽しいですからね。楽しいこと仕事にできるなんてね。ありがたい感謝釜油とかグリザイ。今日も結構しっかりと見せていきます。で、本当に初心者向けの動画をもうすぐ上げれるかと思いますけどもね、多分もう、10月の今日10何日7日ぐらいで、月末には上げれます。超長編です。1時間超えてます。そういった動画を上げれるいつになるか、こっちが先になってるか後になってるかちょっと分かりませんけども、という感じで今こういう風に絵の具を置いていって、なんかねどうしても僕の絵って叩き筆とかっていうのがね、皆さんにとってはうわっと思ってですね、叩き筆を使ったら描けるんやないかとかね、テンペラ画やから描けるんやないかとか勘違いしがちなんですけど、描けませんからね。基礎的なデッサン力みたいなものもあるから描けとるということに気づいている人も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、今度上げる動画に関してはその辺とかでちょっとね、やっぱりセットとかで買った時にちょっとこの辺は問題あるというか、多分初心者の人は難しいんちゃうかなっていう道具とかがあって、その辺の話とかまで丁寧にしております。踏み込んでしているのでよかったら。で、叩き筆ね。こういうのにだから書けると思いがちなんですけど、やっぱ混色して絵の具を置くっていうことをちゃんとやっているというかね、そういうところがすごく大事です。あとこれよく言われるんですけど、ずっと先生喋りながら絵描いてるんですかって言われますけど、
ど、全然喋ってないですよ。これ動画別撮りでこう撮ったりとか、オフレコっていうのなんて言うんですっけ、別撮りで撮っているとか、今唇のところとかこう書いていってますけどね、こういうのはね、なんか動物の毛でいうと、コリンスキーとかの毛がの筆を使うことも多かったりしますけども、ちょっとねもう希少性が高くなってきてるから、ナイロン系の筆とかを使って、ほんとちょっとね僕の動画はもう専門的すぎて、でもね見てたら絶対慣れてきますから、分かってきますから。でその美術館に行っての見方みたいなの、特にこう古典絵画と呼ばれるような印象派より前の絵画のことが多分分かるようになってきます。だから本当初めは難しいですけどね、なんかちょっとずつ慣れてくるってあるじゃないですか。中学校の野球部とかに入ったらこうね、中3の先輩とかのボールとかめっちゃ速かったりしますけど、ちょっとずつ慣れてきますよね。なんのこっちゃって思うかもしれません。そんなもんです。だから簡単なものばっかりに行くんじゃなくて、ちょっとね頑張って付き合って、はい、頑張ってこの辺は目とかを描きながらですね、少しキワキワを初めにこう完成油で濡らすいうような仕事をしてるんですけど、ウェットオンウェットって言います。乾かしていきながら描きましょうということを言うんですけど、僕は乾かないうちにできるだけの仕事はやっておいて、そして完全に乾かしてまたできるだけの仕事をやっておいてという、だから乾かしながら描きましょうっていうともう速乾剤入れまくりみたいになってしまうじゃないですか。でそうなると油絵の具の良さっていうのが損なわれてしまうんですね。こう、乾かないからできることがある、ということで、だからすごい言葉って難しいんですよね。もう長いことやってきましたけども本当難しいんで、動画を取り出してよりそういうのを感じますよね。叩き筆でこう滑らかな肌になっていったということでね、本当にこう元気のいいですね。本当声がでかいからなんか褒められてるって言ってました。僕も声でかいんですけどね、なんか面白いですね。仕事場で声でかいからは褒められるってなかなか面白いなと思うんですけど、いや僕大事なことやと思いますけどね。ボソボソ喋ってなんか人に伝わらんよりは、しっかりと伝えていけるというところが面白いなという、本当にこう快活なですね、女性ですよね。で唇とかはやっぱりこうなかなかですね、色とかは、赤い色とかこう出にくいので、グリザイユから着色していく時出にくいので、赤い色とかは赤いカドミウムレッドとかブライトレッドライトとか、これもそちらの動画、もう上がってるか上げてないか分かりませんが、今ちょうどこう、動画保存化というのをしているんですね。でその動画を保存化して次アップロードして、そしていついつにやるとかいついつに上げるとかを決めるんですけども、それでこれなんかね、金髪に近いの銀髪みたいな、この前ねなんかね青とか金色とかなってましたよ。だから学生時代にねそんな楽しいことできるっていうのは羨ましい。年取るとね、ちょっとこの年になってくるともう本当に毛根っていうか毛がね弱まってきてますからね、なかなかできへんか、若いうちにやりたいことやってた方がいいんちゃうかなと思ったりしますけどね。私たちの頃はなんかね、夏休みとか入ると若干、僕じゃないけどね、髪の毛の色変わる高校生とか中学生いましたけどね、私の方がやってないですよ。昔むちゃくちゃでしたよね。ビールをぶっかけてサランラップで巻くとかね、多分これこの子自身じゃなくてお母さんがよく見つけるそうなんでね、お母さんそんなことしてました？わかりません。多分世代的には僕ら世代はそんなオキシドールでやるとかわけわからんね、ビールぶっかけてサランラップ巻くとか、そんなね中学生の時僕はやってないですよ。金髪にちょっとして、ほら毛先のこのペッと広がった筆とかで今描いてってましたよね。でおよそはそういう風に描いて、細かい描写みたいなのは後々こう一本一本描いたりとかするんですけどっていう。で洋服のこれ結構この洋服の柄とか色とかがいいですとかって言われたりですね、背景とか背景は春日渓谷というところなんで、行かれてみたらいいと思いますけど、めっちゃ行きにくいところです。ね、佐賀県も魅力度ランキング47位か46位にジャンプアップしましたよ。ありがとうございました。茨城県が最下位になってましたね。水戸納豆あるじゃないですかね。僕茨城にも住んでいたという最下位といろんなとこ住んでますけどね、北海道は住んだことトップ1はずっと変わらず北海道魅力度ランキングね。それはあんだけ広いしね、美味しいもんいっぱいあるしね、佐賀も美味しいもんいっぱいありますよ。水戸だってありますよね。水戸納豆があって美味しいですしね。水戸納豆やって美味しいし、霞ヶ浦買ってありますし、海までありますしね、砦とかね
もう鳥でなんか自転車競輪のね、自転車、僕の大学の友人がなんかね、自転車盗まれたとか言ってましたけどね、30年ぐらい前の話ですよ。いいとこいっぱいありますけどね、なんかね。それで背景の方も少しこれ暗い色で描いていってます。佐賀県は、長崎と福岡に挟まれてね、完全に隠れてしまってるってね、これ葉隠れっていうらしいですけどね、隠れてしまってるとこあるんですけど、本当福岡とか行ってなんかね、美味しい料理屋さん連れてってもうたとか言ったら大体なんか、これは玄界灘のあれですよとかね、佐賀やんけ唐津やんけみたいなとかね、美味しい牛肉最後に出ますみたいなんで、これは佐賀牛です、お佐賀やんけみたいな、ようありますよ。本当になんかちょっとその辺の宣伝ベタというところあるかもしれませんけどね。ちょっと背景苔むすような雰囲気みたいなのを描いていってます。ここなんかもうまいことやれば僕すごく立派な観光地になるんちゃうかなと思うんですけど、ちょっとねやっぱ不便な、もう菊池渓谷とか熊本やったら結構有名なとこあるんですけど、もうそれに、負けず劣らず的な雰囲気あるから、でも改修工事だけで20億ぐらいかかるかな、なんかね分かりませんけどね。海外の人とかのインバウンドとか頑張って呼ぼうとしてるのかね、佐賀有明国際空港、国際ってついてますもんね。びっくりしたと思って、今日ね饒舌ですね。なんかね展覧会中やからか分かりませんけどもね、もう1日に3本ぐらいね海外から飛行機飛んでくるんですよ。東京行きは今、往復3本ぐらいですか、4本ぐらいですよ。もう国際空港ってついていますけど、この辺はちょっとインパストといって厚く絵の具を塗っていっているのが分かるんじゃないかなというふうに思います。でやっぱり佐賀はねやっぱ日本酒美味しいんですよ。九州の中で多分一番日本酒で完全に乾燥後です。すみませんぶっ飛びましたけど、完全に乾燥後だいたい1週間後、こういうなんていうか古典とかで出すようなタイプの絵っていうのは完全に1週間は空けます。最低ラインね、で指ですり込んで、今、コバルトバイオレットで、これ何してるかっていうカッターの刃でねちょっと毛とかがつく、筆から抜けた毛ね、自分の毛やないですよ、毛とかがついたりするので、そしてスカンブル技法といって少しですねなんていうのかな、下が濡れた状態を作っておいて少し柔らかく描いている輪郭であるとか、なんか鼻とかもなんかカキッとパキッとしてるとやっぱりパキッとなるじゃん。何を言うとんねんって感じかもしれませんけど、直角に曲がってるとこってエッジが直角でしょ、カクッとね。でもほんの少しでも丸みを帯びてたらファッとなる。でそれをぼかして描くことをスフマート技法というふうに言うんですけども、ぼかして描いていく、輪郭線がなくなっていくような感じというのはレオナルド・ダ・ヴィンチさんがやった技法でございますよね。油絵の具の本当最大の特徴の一つである乾きが遅いことを利用した方法ですね。アクリル絵の具はね僕自身ができる先生方もおられると思うんですけど、僕自身がまだそういった技法って難しいなと思うんですけど、でまた明るいところはインパスと厚塗りをしていっているわけですね。なんかね本当とことかもいっぱいありますしね、福岡も長崎も両方1時間ぐらいで車で行けるし、電車やったら40分とか、長崎の方は僕電車で行ったことないですけどね、両方行けますしね、便利がいいとこやし、食べ物も美味しいし、ガソリンもまだ安いですよ。長崎とかめっちゃガソリン高いですからね、離島とか結構あるからっていうのもあるんですけどね、そう坂もほぼないっていうかひたすら平地というね、自転車に乗るための練習する公園があるんですよ。素晴らしいでしょ。で自転車に乗るためにとりあえず平地やからですね。そんな公園どこにあります？皆さんとこはどうですか？分かりませんが、今めちゃくちゃトラック僕の近くとかも通るんですけど、九州防衛局、あれオスプレイ来るからなんですね。多分空港の近くにそういうあれを作ってはるんでしょう。僕もあんま見たことないなと思って、九州防衛局というトラックがめちゃくちゃ来てます。なんかびっくりして何のことやろうなと思って、それがしょっちゅう今来てますけどね。それに賛成反対ということではありませんけどね、そういうのでちょっと潤ったら春日渓谷の、少し整備をしてもいいんじゃないかなとふと思ったりとかする。道がめちゃくちゃ狭いというね。で、この辺は不透明、目なんかもね絵の具が少し入り込んでいってるところとかあったりとかしますもんね。あとはサガアリーナっていうのを作ったんですけどね、
ビーズがコンサート、こけら落としかなんかがビーズやったとか、僕もちょっと辺あんまいかんっていうか、うちちょっと違うとこなんであれですけど、で駐車場があんまないというから駐車場とか作られたらいいなと思いますけどね。そんなんとかですね、もう本当に美味しいもんいっぱいあるし、なんか前も言いましたけど、マツコの知らない世界という番組ですか、あれでめっちゃラーメンを食べてきた人みたいなのがテレビ出てはって、で本当になんか美味しかった店はっていうので紹介されてたのが、一元っていうラーメン屋で、もうそれまでももちろん混んでたんですけど、もう今行けなくなりましたもんね。行けなくなって、いやもう混みすぎて、もちろん美味しかったんですけど、僕だからそれの紹介されて以来もう3年間ぐらい行ってないですもんね。また違う美味しい店もいっぱいあるんで、違うとこも行くの。一元っていうところ、空港からの道2本あるんですけど、そのもう一つの方の道沿いに、あとうなぎも美味しいですよ。全然関係ないですけど、一元に僕絵描いてくれって言われて、あれですよ、お椀に絵描いたんですよ。ここだけの話、帯治先生と一緒に行って、帯先生も絵描いてますよ。僕お椀っていうか器、ラーメン椀、あれ見てないわね。あれちょっと見にも行ってませんね。ちょっとこの辺グレーズということで、書いていっております。そうです、一元さん寄ったら皆さんちょっと小木曽先生か帯先生のお椀ありますかってちょっと聞いて、誰か写真撮って送って、インスタとかに上げて、なんかね分からんけど、僕も全然行けてないし、並ぶの大嫌いな人なんで、はい、すみません、そういうの並ぶの。昔は北海道に行ってスープカレーかなんかを並んで1時間半かかった並んだってことありましたね。1時間半あったらライブ配信できるんでね、絵描きたいなっていうタイプです。病気ですね。はい、この辺はグレーズしていきました。そしてこう明るいところに、不透明の絵の具を置いていって、おります。こうやって不透明の色をこうなんていうか半透明ぐらいですね、下の絵の具透けるようにしながら、でそこからまた不透明のこう青とかを置いていくんですよ。でも一応こう目安として、この辺光当たっとんだとかっていう目安として置いていっておりますね。もうほんとこういう雑談ばっかり聞きたないという人はね、その1時間20分ぐらいある動画を作りましたんで、よかったら、基本全然雑談をしなかったタイプの、この辺っていうのはね、本当にこうプロの仕事、これなんか水彩筆かなんかですよ、使っていますということでございます。この辺とかも絵の具をしっかり置いて、不透明な絵の具を置いていっておりますで、なんか魅力度ランキング、茨城もええとこありますよね。水戸でしょ、僕が行ったのは。取手に住んでたでしょねえ。で、群馬も結構低かったんでしょ。で、草津温泉とかあるしね。だからなんかね、あれもね、住めや都というか、あとは子育てとかしやすいですよ。チャリンコとかひたすら平らやか、干拓地なんでひたすら平らやから、チャリンコとかでねどこまででも行けますもん。二こぎしたら6キロぐらい走るんちゃうかな。ペッペッといってビューッと行くような気がするんですよね。電気自転車とかがあったらもう楽勝でしょうね。一回も漕がずにどこまででも行けんちゃうかなっていう気する。で、ガソリンも安いですよね。で、背景とかも少し書いていきます。もう適当なことをずっと言ってます。今日は適当なこと。これ古典の福岡のみだと思いますので、これが公開されるのいつか分かりませんが、会期中で、多分見納めになっていくのかなと思います。これ背景グレーズというのをしてます。多分ウルトラマリンブルーとトランスオキサイドレッド、バーントシェンナみたいな色ですね。青と茶色みたいなのでグレーズ、グラッシュというのをしていっております。で、この辺はもう後ですね。だからこう上にまた明るい、より明るいところを描いていくという、わかりますかね。こう一回こうね、おじさんがこう例えばね、酒焼けをしたってなったら、そこにまたこうハイライトを描いていくというね。ようわからん、例えが間違えた。ようわからん、ごめんなさい。ということで、これ毛先がちょっとペッてなった筆ですね。名村さんのこれナイロンの面相筆やったけど、こう使い勝手ちょっと悪なってったなと思ったら、ちょっとペッて開いてきたら、それの毛先に絵の具つけてポン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 とねつけていって叩いていっていると。でそれで絵の具をこうね、その質を感じさせているわけですよね。岩っぽい感じみたいな。こういうところもポン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 と、書いていってますね。できそうでしょ。皆さんできますよ。絶対できます。だからこういう技術とかどんどん真似してください。もうパクりまくってください。でいつかね、それ感謝してください。ありがとうございますといつもでも古典とかで言われます。そういうね、もういつも本当に動画楽しいですとか、もうそれだけおっちゃん十分です。
ね、十分で、この辺なんかグリーンなんかはなんて言ったっけ、また忘れた。フタロブルーじゃなくてなんて言ったっけごめんなさい。それに黄色を混ぜたりしてます。フタロブルーとかフタログリーンとかっていうフタロシアニン系と呼ばれるような色にちょっとこう黄色とかカドミウムイエローとか混ぜたら、あんなぐらいの鮮やかな緑とかなります。だから僕基本的にチンとヒューって多分1個も買ってないかな。オキサイドオブなんちゃらも買ってないと思います。だいたいその辺はチンとヒューオキサイドオブなんちゃらとかっていうのは自分で作れます。作れるので、染料系近い色とか大体作れますので、赤系の染料系、青系の染料系とかっていうのをマゼンダとかクリムソンレーキとかって呼ばれるの1個買っておいて、赤系やったらね。であとは、フタロブルーとか僕が使ってる何ちブルーやったかな。でブルーとかを買っておいたら、だいたい赤系のなんかピンクに染まったようなこう感じの色とか、なんとかグレーとかっていうのはある程度混色して使えますので、僕はそういうのは買いません。買っていません。混色するのもいい勉強やと思いますよ。この辺とかも奥にこう抜けていくようなところを描いていっております。そうね、魅力度ランキングね、もうね 1ランクポイントで上がってましたね。なんですかね、花輪さんとか頑張ってはんのにね、ドブロックさんとかがもう本当にイメージがね、ドブロックさんもね、下ネタじゃなくね、めちゃくちゃ面白いですよね。僕はお二グループと飲んだことあるんですけど、本当にそのままめちゃくちゃいい人、めちゃくちゃ面白いし、めちゃくちゃいい人、もうそのまんまです。なんか別にこうね、忖度するつもりがないんですけど、本当にそんな感じがして、これすいません、光っちゃって画面がね光ってますけど、こんな感じで2層目終わりましたよと。でここから着色をしていきますという感じでございます。いやーもうなんかね、もうそういうのもね、なんか結構だから有名人、まあ別に茨城ももちろんいっぱい出てますけどね、有名人も含めなんですけど、江頭さんとかね、もう佐賀でね、あとはなんかいますよね、なんかいろいろ言わん方がええんかな、江頭さんとか江頭なんとかとか結構ありますもんね。もう YouTube のチャンネル登録者で言うとすごい数字ですもんね。でこう不透明の絵の具をこう置いていって、赤とかですね、ちょっとこうマゼンダみたいな、スーパーマゼンダみたいなとか、ブライトレッドライトとか、あとは茶系はバーンとシェンナトランスとかちょっと置いてみたりとか、そして不透明の絵の具を置いていって、バッと血色良くなるじゃないですか。でベターっとこう絵の具の中に混色していくというと、染料系っていうのはやっぱり強くなりすぎてしまうので、ちょっとそのあたりはぜひ注意してください。染料系とかをちょっと混ぜたら一気にピンクにバーッと染まるんですよ。青とかもちょっと染料系混ぜたらバーッと。で逆に僕はなんかもう染めたいなぐらいの青空とかっていう時はそういうの使ったりしますよ。そういう風にしたりとかもします。だからその辺っていうのはこう混色をこう、画面全部に使ってしまうと青に染まったような絵になる、赤に染まったような絵になったりとかしますので、そのあたりだけはちょっと注意されてみてください。今回これテーマ何しようか。このぐらいでサムネイルとか考えるんですけど、何でしょうかなって思ったりとかしてます。何がいいかなね、こんな何がいいかな分かりませんが、人の肌ばっかりになってきたからね、人の肌がやっぱ中心になってしまいましたね、今回もね。髪の毛の描き方とかもあるしね、いろいろこう動画を参考にされてみてください。でも基本的には、今絵の具を置いていってるの分かりますかね。まだ叩き筆で叩く前、置いていってやっぱり混色をしていくということを少しこう訓練されていくということはすごい大事なことかなと思いますので、ぜひですね絵の具を置いていって、そこからこうグラデーション、今叩き筆叩き出して、グラデーションをつけるということを覚えていかれてください。ここにの毛先に絵の具をつける人結構いたりしますけど、基本的には置いてから叩く。もうこれは本当に輸入された先生が言っていたので、みんな間違えて使ってるんだよねとかって言ってらっしゃって、ああそうですかって版画とかでインクをすり込むためにも売ってたりするんで、それはインクをここにつけてすり込むということでは間違いはないんですけども、油絵の具とかでの場合は基本は絵の具を置いてそれを叩いてグラデーションするという方向で、ございます。この辺背景とかを描きながら、少しこう下の絵の具とかがうっすら透けて見えたりとかすることによって明るいところを描いてですね、
下の透明層と上の不透明層みたいなのをうまいことこう絡め合わせていっているということでございます。という感じでございました。こんな塩梅でございます。ちょん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 と細かい、仕事をして、もちろんその最後またもうちょっと書き込んだりとか、もう最後これ福岡でしか見れませんけども、多分ね、ぜひぜひ機会がありましたら見に来てもらえたらな、なんて思ったりとかしております。個展はカタログに、載ってた作品、大幅に、出てないやんけというツッコミをだいぶ受けておりますが、逆に言うともう今が必死のパッチこいてこれから2ヶ月かけて名古屋用に、1234最低4枚、7枚近くは頑張って書こうかな思ってますんで、ちょっと大きめの作品とかも2535のスクエアとか、出せたらなと思ってます。初めての名古屋やったりしますので、福岡の方もぜひ見逃している方とかはぜひぜひお越しいただければなというふうに思います。こういうふうに細かい髪の毛とか描いていったり、目とか細かい描写をしながら最後完成へ向かっていったということでございます。皆さんよかったらまだチャンネル登録、半分ぐらいチャンネル登録のしてない方が見てますので、ぜひぜひチャンネル登録していただけたらなっていうふうに思ったりとかします。ベルマークみたいなの押しとくとなんか動画が上がったり、ライブ配信始まったのベルマークすべての通知オンってしとくと、ベルマークのところをやっとくと、ライブ配信突然おっさんが始めたら、やっとるでっていうふうに来ますので、よかったらそういうのもよろしくお願いいたします。最後細かい描写をして、完成といたしました。ご視聴ありがとうございました。では。ご視聴ありがとうございました。まだすみません、途中ですけども、これが最後の方動画ね、どうなっていってるかちょっと分かりませんが、この釜湯という段階から人の肌にしていって奥行きをどういうふうに出していったか参考になったんじゃないかな。これは途中ですけどもね、ぜひぜひ皆さんもそういったところ油絵の具の特性を最大限に生かして描いていくということをされてみてはどうでしょうか。またご視聴よろしくお願いします。では。